にちは、ガジェログです。今日はこちらシンボーというメーカーのスマートウォッチをご紹介いたします。初めて聞くメーカーですね。アプリをダウンロードして使う形になりますけども、今回は iPhone とペアリングしてみたいと思います。どんなスマートウォッチなんでしょうか。本日も行ってみましょう。早速開封の方をしていきたいと思います。すごい重量感が結構ありまして、すごいですね。ちょっとまず付属品の方を見ていきたいと思います。マグネットで吸着して充電するケーブルが入っています。ユーザーガイドですね。そして取扱説明書も日本語でしっかりと入っています。では本体の方を見ていきたいと思います。こちらに保護フィルムというか画面上にまずシールで保護されています。そして親切ですね。このボタンはどういう意味かを教えてくれています。パワーはこちら電源ですね。でストップウォッチ、ストップウォッチでこう書いてあるのすごいですね。そしてスポーツ、ワークアウトの際はこちらですよということで、非常に質感がすごいです。これ普通の時計と機械式の時計と似てますね。超高精細に作られてるっていう感じではないですけども、武骨な感じがします。そして厚みの方はこんな感じです。結構ありますね。 12.4 ミリあるようです。こちらですね。 12.4 ミリあります。そしてこの直径ですね。こちらが46ミリということになっています。縦も横も46ミリとなっています。そして重さなんですが 65g というふうにスペック値にはなっていますけども、実際に測ってみたいと思いますね。0リセットしました。はい、重量の方は66.4g となっていますので、スペック値 65g とありますけども、ほぼ誤差なのかなっていう感じがします。でベルトの素材なんですけども TPU と書いてあるんですけども、比較的滑らかな触り心地になっています。そしてここのバンドの留め金はマニュアルで外すことができるようになっています。ちなみにここの幅は 22mm とありました。そして後ろ側のこちらの部分はこれ充電マグネットですね。こちらの充電ケーブルをこのようにマグネットで吸着して充電する形になります。そしてこちらに心拍計のセンサーですね。こういったものがついています。その他のこちらのスペックですね。この画面はアサヒガラスのガラスが使われているということですね。対スクラッチの強化ガラスが使われています。そしてこちらのボディなんですが、ステンレスの亜鉛合金が使われているということです。すごいですね。確かにその分重量がちゃんとありますので、持った感じの重厚感っていうのはすごいあります。そして GoATM の防水に対応しています。では早速電源の方を入れていきたいと思いますけど、こちらが長押しということです。しっかり押しした感があります。もしかして電池がないパターンでしょうか。今充電終わりまして、ようやく使えるようになりましたので、ではスマホとのペアリングを行ってみたいと思います。まず最初にですね、スマートウォッチの電源をオンにしたらここを押してくださいとありますので、電源がこのようにオンになっていますので押してみたいと思います。そうしますともう早速この T20W ですね、こちらが型番になりますので、こちらをタップしてみたいと思います。はい、ではもう簡単にペアリングの方終わりましたね。ではこれからしばらく使ってみたいと思います。あれからですね、数日使ってみました。その上で良かった点と、そして改善点が見えてきましたので、その点をお伝えできればと思います。では早速ですね、良い点の方を言ってみたいと思います。まずその一つ目は、やっぱりデザインがいいなと思いました。一見普通の腕時計に見えて、しかも武骨な感じですので、ちょっとかっこいいなと思いました。そしてこちらのリューズが実際回るわけではありませんけども、ボタンですね。このデザインも結構かっこいいなと思います。そして見ていただくと、このベゼルの部分よりも画面がちょっと落ちてるんですね。低い位置にありますので、当たっても画面に直接傷つかないようなデザインしています。そして2つ目ですね。それはなんとこのモデルワイヤレス充電搭載だったということなんですね。通常はこちらのこの金属端子のところでケーブルで充電するんですけども、C のワイヤレス充電対応のものを置けば、そこで充電が可能になります。その代わり時間はやっぱり通常のケーブル
有線接続よりも時間がかかりまして、だいたい4時間ぐらいかかります。3つ目の点ですね。それは 5ATM 防水に対応しているということです。これもセールスポイントなんですけども、水深50メートルまでの圧力に耐えられます。ですので、ちょっと海とかですね、そういったところでガンガン使うっていうのは塩水に関してはかなり厳しいかなと思いますけども、生活防水として考えてみればかなりいいんじゃないかなと思います。ただ最近のスマートウォッチはもうそのあたり当たり前ですので、一歩リードしてるとかそういうわけではありません。そして次の点ですね、それはバッテリーの持ちがいいということです。バッテリーの持ちがいいっていうのは本当に重要ですよね。このスマートウォッチ界隈で、1週間とかね、10日もしくは長いものだと20日間持つっていうものもありますけども、中には1日とかね2日ぐらいしか持たないスマートウォッチもありますけれども、やっぱりせめて1週間ぐらい持ってほしいなと個人的には思っています。その中でこちらのモデルは10日間ぐらい持つらしいんですが、こちら見ていただくとこのメモリ分かりますよね。ここですね、バッテリーのメモリの表示で残量が分かります。ただちょっともう少し改善してほしいなっていうのは、ここ数値で表示できたらもっといいなと思います。ただ細かく結構刻んでありますので、それでも減っていくその感覚っていうものはちょっと他のモデルよりは分かりやすいなと思います。でもバッテリーがですね、今これ Always on Display にしているのでちょっと減りが早くなりましたけども、だいたい1日1メモリぐらい減ってきましたので、高渉スペックの10日ぐらいは持つんじゃないかなという感じです。では次ですね、今ご紹介しましたように Always on Display が使えるという点です。まさかの Always on Display AOD が使えます。というのは、こちら有機 EL パネル AMOLED ではありません。液晶のディスプレイになっているんですね。ディスプレイが液晶になりますと、もちろん焼き付きという概念がありませんので、そういった意味でずっとつけておくっていうのはできるんですね。でも消費電力がやっぱりどうしても有機 EL より上がってしまいます。それは前面バックライトで後ろから照射して明るさを担保していますので、有機 EL パネルみたいに必要なところだけ点灯させるっていうことが液晶はできないんですね。とはいえ液晶でこれを実装してきたのはかなり勇気のいることかなというふうにも思いますし、実際に使ってみてやっぱり便利だなと思いました。この AOD に関してはついてなくてもいいなと思ったんですが、やっぱついてたらついてたで非常に便利ですね。目線をこちらに向ければついてる状態になりますので、これはやっぱり使ってみたら必要かなと思いまして、今はずっともうこの辺についた状態で使っています。レビューする上でもね、こうやって画面点灯しておくっていうのもかなり重要になってきますので、この機能は私的にもかなりありがたく思います。ですので、液晶パネルとはいえ AOD がついてるっていうのは本当にこれはかなりグッドです。そして次ですね、文字盤が使えるデザインになっているという点です。今ロック解除しましたね。これ Always on Display からロック解除ボタンを押すだけです。そしてこのように進んでいきますと、文字盤はこういうふうに変更することができるんですけども、結構使えるデザインじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。なかなか洗練されてるというか、シンプルながらにも使えるデザインが多いなと本当に思います。例えばこちらの文字盤、アナログ表示ですけども、普通のアナログ時計になりますよね。そしてロックされますけども、もうしばらくするとロックされますけども、 AOD になった時点でもちゃんと針動いてくれてるんですよ。 AOD になった時点で消えてしまうモデルが多いと思いますけども、これはもうパワープレイですよね。もうとにかくバッテリー消費しながらも AOD を保つという、そうした仕様になっているようです。このあたり考え方の問題だと思うんですが、ティングさんはしっかり AOD を最重要という感じでしょうかね。次の良かった点ですけども、それは屋外とかで画面が暗い時にいちいち設定から輝度を上げて明るさを上げていかないと見えないっていう状況があると思うんですけども、安いモデルだとそういう明るさセンサーがついてないので自動で上げてくれないんですね。このモデルに関しましてはなんとこういった機能がついていました。画面を長押しすることによって輝度を一時的に上げることができるんですね。それ結構嬉しいですよね。今私もやっていますけども、これちょっと暗いなとなりましたら、これロック解除した上で長押しをすると今このように明るさを一時的に上げてくれます。これってなかなか他のスマートウォッチで見ない機能ですよね。5秒間とかね10秒間ぐらい一時的に上げてくれるっていうのは本
当にこれいいですね。これ他のモデルでも採用した方がいいんじゃないでしょうか。そして良かった点の最後ですね。他にはもちろんありますけども、今回取り上げる良かった点の最後はタイマーが使いやすいという点です。個人的に良かったっていうことにはなってしまいますが、タイマーの結構ヘビーユーザーですので、一発で飛べるっていうのは本当ありがたいんですよ。そのやり方なんですが、当然画面を1回ロック解除します。ここでボタンを押してロック解除します。そして真横の真ん中のボタンを押しますと、ストップウォッチかタイマーに止めるんですね。で、このタイマーの方にこうでタップしますと、もういきなりこのようにタイマーに飛ぶことができます。これはかなりいいなと思いました。ただし、もう一手間省ければもっといいなと思いますね。このように5分からしかできないんですよ。デフォルトとして5分っていうのはありかもしれませんけど、ちょっともったいないなという感じもします。当然変更に関しましては、こちらこのように変更することができますけども、秒単位でのタイマー設定は残念ながらできません。とはいえ、このようにボタンでタイマーもしくはストップウォッチに飛べるっていうのはかなりいいなと思います。ではここまでが TING T20W のモデルに関して良かった点となります。では後半は改善点もしくはダメな点についてお伝えしたいと思います。1つ目ですね。それは腕上げ転倒が遅いという点です。1、2秒かかります。腕上げ転倒っていうのはこういうことですね。こうした時に今転倒しましたけども、この転倒するまでの時間がちょっと長いなと思いました。もっとこうシャキシャキパッとついてくれたら嬉しいんです。今すごくよく分かったと思うんですけど、上げてから1秒ぐらいあるかなっていう感じがします。遅い時は結構2秒ぐらいあるような感覚もあるんですけども、結構これがちょっと渋いなと思います。とはいえ先ほど良かった点でお伝えしましたけども、常時点灯モードがありますので、そちらにしてしまえばこの点は問題なく、なかったことになりますのでしょうがないかなと思います。 CPU の性能とかね、センサーの性能とかいろいろありますので、トータル的にやっぱり格安モデルというところで致し方ないのかなと思います。ですので私はこのつけている時は常時点灯にしています。2つ目の点ですね。それは昨今コロナで SPO2 とかね言われていますけども、このモデルにはその SPO2 測定がついていません。格安モデルでも結構ついているんですけども、このモデルは残念ながら搭載してなかったんですね。この点はちょっともったいないなという気がします。というのは先ほどワイヤレス充電の方を対応しているとお伝えしましたし、こうした AOD ですね搭載していますので、さすがにそしたら SPO2 もつけてほしいなというふうに思います。他にやっぱり労力エネルギーを割いてお金もそちらに投入しているのにもかかわらず、健康系に投入していないっていうのはちょっともったいないなというふうには個人的には思いました。次のモデルにはぜひ SPO2 計測搭載してほしいなと思います。というわけで今回 TING の T20W というモデルをご紹介しました。初めて聞くメーカーですので、私もどういったモデルなのか全く分からなかったんですけど、しばらく使ってみて分かったことは、この常時オンディスプレイが非常に実用的だということ、そしてデザインもいいなという、普通の腕時計の代わりとして使ってもいいデザインだなと思いました。ですけれども、いろんな意味でシンプルなんですよね。ほとんどウォッチ単体で使ってもいいという感じですので、アプリと連携することを前提にして作られてはいますけども、この単体でもうアプリと連携することを除いて使ってもいいんじゃないかなというほどです。このチャンネルではこうしたスマートウォッチやスマートバンド、またスマホ、格安SIMなどの情報をお伝えしています。この動画が参考になったよという方はぜひ高評価、そしてまだの方はチャンネル登録の方をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。